テキストだけでは伝わりにくい複雑な内容をもっと直感的により多くの人に届けたいと思ったことはありませんか？そんな時に威力を発揮するのが漫画です。漫画は難しい知識や情報を誰にでもわかりやすく視覚的に伝えることができる最高のツールですよね。しかし、いざ漫画で情報発信をしようと思っても、ネームの構成や作画スキルといった専門技術の壁が立ちはだかります。今回ご紹介するプロンプトは、そんな大きな壁を軽々と飛び越え、あなたの知識を一瞬で魅力的なフルカラー漫画に変換してくれます。それでは早速行ってみましょう。まず最初に、いつも通り概要欄にプロンプトを紹介するノートへのリンクを貼っているので、そちらを開いてください。今回はプロンプトの数が多いので、ZIP ファイルでアップロードしています。こちらをダウンロードして回答したら、ノートブック LM の新しいノートを開いて、ソースにすべてのテキストファイルを追加してください。読み込むプロンプトの構成をご説明すると、実行するプロンプトが4つ、使い方を説明した README ファイル、そして A から G までの画風を定義したプロンプトが入っています。これに加えて、漫画にするネタとなるソースが必要になります。今回はジェミニのディープリサーチで作ったレポートをソースにして漫画を作ってもらおうと思います。ちょうどチャット GPT5.5 がリリースされたので、これをディープリサーチで調べたレポートをネタにしてみます。調べてきたレポートのテキストをコピーして、ソースを追加からテキストを選んで貼り付けます。これで漫画のネタとなるソースの準備は完了です。あとはですね、登場キャラクターの登録もできます。今回は最近リリースされた GPT イメージ 2.0 にお願いして作ってもらったキャラクターシートの画像を使ってみます。画像をソースに読み込ませてファイル名を設定するのですが、1点だけ注意として、ファイル名もしくは画像の中にキャラクターという文字を忘れずに入れるようにしてください。また、キャラクター数に特に制限はありませんが、人数が増えるほど AI の参照の忠実度が下がっていくかと思うのでご注意ください。今回は解説キャラクターリコというファイル名にしておきます。ちなみに画像の中に性格を入れておくと、キャラクターの性格も考慮してストーリーを考えてくれます。ここで補足させてください。ページ数が少なければ、今回のような少し複雑なキャラクターシートでもいいですが、ページ数が増えるにつれ、キャラクターデザインが崩れる確率が上がっていきます。ページ数が多い場合は、できるだけシンプルなキャラクターシートをご利用ください。その上で、キャラクターの性格を指定するには、ソースに性格を書いたテキストを追加してもらうと反映してくれます。とはいえ、限界はありますので、その点はご容赦ください。では、準備が整いましたので、ステップ1のプロンプトから順番に実行していきましょう。プロンプトの実行の仕方ですが、私も最近気づいた便利な小技があります。実は、ノートブック LM のソースは、チャット欄に直接ドラッグ&ドロップすることができるんです。こうすることで自動的にアットマークがついてソースを指定してくれるので、ノートブック LM に特定のソースを強く着目させることができます。このようにドラッグ&ドロップした後に実行してと入力することで、特定のプロンプトを確実に実行してくれるようになります。はい、ステップ1が実行されましたね。ステップ1では、ソースの分析と構成設計を行ってくれます。必要なカスタマイズ項目はチャット欄で聞いてくれるように設計していますので、質問に回答していきましょう。今回は題材の扱い方を A のノンフィクションにして、総見開き数を5スライドにしておきます。画風についても聞かれますね。ソースに
A から G までの画風ファイルが入っているので、お好きな画風を選んでアルファベットで入力してください。この画風ファイルについては、皆さんでカスタマイズがしやすいように、あえて小分けにして作ってあります。オリジナルの画風を指定して作ることもできますので、皆さんの作りたい漫画に合わせて自由にカスタマイズしてもらうといいかなと思います。出力された内容を確認して、問題がなければステップ2に進みましょう。同じようにステップ2のプロンプトをソースからドラッグ&ドロップして実行してください。ステップ2では、ステップ1で出力した分析情報を参照しながら、ネームを詳細に作ってくれます。選んだ画風やキャラクターに合わせて、ページ内の小回りやセリフ、効果音まで詳細に作り上げてくれます。出力された内容を確認して、問題がなければ次のステップに進みましょう。ステップ3では、いよいよ漫画を作成します。ステップ3を実行すると、先ほど考えたネームを忠実に再現する漫画をスライドデック機能を使って作り上げてくれます。一応20枚を超えてもスライドを複数回に分けて出力してくれるようには作っていますが、20枚を超えると画風の維持が少し難しいようで、ちょっとテイストの違う漫画になってしまうことがあります。ですので、おすすめとしては、20枚以内に収めて、スライド1回の出力で完了してもらうのがいいかと思います。しばらく待つと、はい、漫画を作ってくれました。内容を確認してもらって、構成やセリフを直したいところがあれば、スライドの修正機能を使って修正してみてください。ただ、キャラクターの見た目が崩れている場合は、実はこの修正機能から直すのは大変なので、キャラクターの画像と一緒にナノバナナや GPT イメージ 2.0 などに渡して修正してもらうのが良いかと思います。あとは最近ノートにコミックビューアーが追加されましたね。この機能を使う場合、今回のような見開きの画像だと左右に並べて2枚表示されてしまうので、画像がだいぶ小さくなってしまいます。そのため画像を縦に2分割する必要があります。これはジェミニにお願いして縦2分割にする専用アプリを作ってもらいましょう。ジェミニのキャンバスモードをオンにしてモデルをプロにして、アップロードされた画像を縦に2等分し、2枚の画像として出力するアプリを作成してください。複数枚同時に処理できるようにしてほしいです。処理後は一括でダウンロードできるボタンを作ってください。また、画質が落ちることがないようにしてください。右の画像が1で、左の画像が2というふうにファイル名で区別できるようにしてください。という要望を詰め込んだプロンプトを送り、複数枚の画像に対応したアプリを構築します。このプロンプトもコピーできるようにしておきますね。このようにして、ジェミニが作成したアプリを使えば、簡単に画像を半分に分割できます。これでノートにアップロードしても画像が小さくならずに、きれいに漫画として表示することができます。最後にステップ4です。ステップ4では、ノート用に漫画の表紙を作ります。ステップ4を実行すると、表紙を画像生成 AI にお願いするためのプロンプトをチャット欄に出力してくれます。必要な情報を聞いてくれるので、自分で決めた内容を伝えるか、お任せでも問題ありません。出力されたプロンプトを漏れなくコピーして、ナノバナナや最近リリースされたGPT イメージ 2.0 にお願いして表紙を作ってもらってください。今回はせっかくなので GPT イメージ 2.0 にお願いしてみましょう。お願いするときには表紙に登場する予定のキャラクターシートも渡してしばらく待つと、なかなかいい感じに作ってくれましたね。この表紙ファイルと先ほど2分割した画像をノートのコミックビューアーでアップロードしてもらうと、
いい感じの漫画コンテンツが作れるのではないかと思います。本日の解説は以上になります。今回の解説が役に立ったと思う方は、コメントやいいねで応援してもらえると嬉しいです。皆さんもぜひこのプロンプトを活用して、どんどんオリジナルの漫画コンテンツを発信してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。風がこぶ日